はい、こんにちは。今日はですね、プロクリエイトを使ってマグロの絵を描いていきます。こんな感じのね、マグロのリアルな絵を描いていくんですけど、今日はちょっと真剣にですね、皆さんに絵を描いてもらえるようになろうと思って、結構細かめに説明してます。で、初心者の人でも、簡単に描けるような tips とかたくさん詰めてるので、ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。で、早速始めていくんですけど、今日は上のプラスボタンからスクリーンサイズで始めていきます。で、一番最初やることは、ちょっと画像をね、参照したい画像を持ってくるので、写真アプリ横に開いて、ここからね、今日はこのマグロの写真を入れ込んでいきます。で、この読み込んだ画像は、スクリーンのね、端っこの方に置いておいてください。これを見ながら、マグロの絵を描いていきます。で、背景をですね、同じ黒色にしたいので、この背景色のところをタップして黒にしてください。で、この画像のレイヤーは動かしたくないのでロックします。ロックするときは左にスワイプでロックです。で、この上にレイヤーを追加してここに描いていきます。で、今回はですね、画像トレースじゃなくて、もうちょっとレベルアップした絵の描き方を紹介していきたいんですけど、画像トレースだと、この写真の上からこう線でなぞってあげて、そこに色を塗ったりしてあげると、本当に簡単に描けるんですけど、やっぱりね、それだといつまで経っても上手になっていかないので、今日はね、違う方法でやっていきますね。で、例えば、じゃあこの写真を見ながら、この下に白色のペンで描いていくとするじゃないですか。こんな感じでね。で、だいたいこれぐらいの大きさかなって言って、ちょっと見ながら線を走らせながらマグロ描く。で、下のご飯これぐらいかなって描くじゃないですか。で、これでうまく描ける人はいいんですけど、普通の人はね、だいたいうまく描けないじゃないですか。なかなか比率が合わなかったりとかしますよね。私もそんなすぐにね、うまいの描けるわけじゃないんで、じゃあこういう時にどうすればいいのかっていうのを、説明するんですけど、まずね、上にこうやってたくさんレイヤーを作ってください。で、空っぽのレイヤーを1個選択して、この写真のとこ、ズームするのね。ズームして、この手前のマグロ、これを長方形の枠で囲ってあげるんですよ。で、その時にこの上下左右の接点がこの長方形に当たるように、こんな感じね。こうピチピチに、接点ピチピチに長方形を描いてあげる。こんな感じかな。で、囲ってあげたら、これの中心線ですね。縦の中心線と横の中心線も描いてあげる。大体で大丈夫です。で、こんな感じでざっくり OK です。もうね、これで狙いは定まりました。で、このレイヤーを複製します。複製ね。左にスワイプして複製ボタンを押します。そしたら同じレイヤーがこの上に乗っかって複製されてるので、それをね、下の方に移動させてあげるんですよ。で、このまま拡大のボタンを押して、こうやって拡大してあげるんですけど、その時に大事なのが、均一っていうボタンを押した状態で拡大してあげる。左右のこの比率っていうのは絶対に変えちゃダメです。変えちゃうとマグロの形も変わっちゃうから。だからこの枠の縦横比は絶対固定で、大きくしたり小さくしたりしてください。で、この状態で下に枠取れたら不透明度を下げます。だいたいね 10% から 20% ぐらい、ちょっと見えるぐらいにしてください。で、これができたら下準備 OK なので、この状態で枠はロックして、レイヤーを一番上に持っていってください。で、その下にレイヤーを追加していって、そこに絵を描いていきます。で、こっからですね、どうやって描いていくかっていうと、まずね、鉛筆の 6B の白色で描いていきます。
でこの上のマグロを見ながら、このマグロの上下左右の接点が枠のどこに当たるかっていうのを見ながら、この接点をまず書いていくんですよ。上のマグロはこの辺に当たってるよねと、左上のこの辺に当たってるよねと。でこんな感じで滑らかにカーブが落ちてきて、右下のこの辺りに接点が来てるよねっていうのを見ながら書いていくんです。で下はこの辺りで、この4つの長方形と中心線があることによって、自分が今どの辺りを描いてるかっていうのがちゃんと認識できるじゃないですか。なので急にね、こうどっかの幅がわーって長くなったりとか、あとなんかシャリが急にちっちゃくなったりとか大きくなったりとかっていうことがないんですよね。でこのちゃんと最初に書いたガイド枠線を見ながら、それと同じように枠にはまるように書いていってあげれば大丈夫です。これが今日一番大事なポイントです。もうね、今日これ覚えたら正直 OK です。画像トレースが慣れてきた人は、次の段階はこの枠線を使った絵の描き方ですね。ぜひね、試してください。でこんな感じで下書きのところ完成です。写真のところに書いたガイドと同じ大きさで書いているので、ほとんど同じ形、同じポジションで書くことができましたね。でこれで下書きのところ終わりなので、その下にレイヤー追加して、ここに色を塗っていきます。でまずこの下書きの、太め度下げてあげます。これも最後消しちゃうので、一応もう目安って感じですね。でこの下に色を塗っていくので、ブラシを変えて塗っていくんですけど、この時のブラシはですね、エアブラシの中にある、少し硬めのブラシか、何でもいいです。塗りやすいブラシを取ってください。で左のところにスポイトがあるので、スポイトで写真のところから色を取って、塗っていきます。でここまでできたら、次このシャドウとハイライトの細かいディテールを描いていくので、この赤のベタで塗ったところと同じレイヤーに重ね塗りしていきます。でこの時にはみ出さないように塗るやり方なんですけど、この赤のとこタップしてもらったらアルファロックっていうのがあるんですね。でアルファロックっていうのを押します。そしたらこの、レイヤーのところが市松模様みたいなのがつくんですよ。見えるかな？市松模様ね。でアルファロック解除すると普通のプレーンなバックグラウンドになる。で、ここをアルファロックにします。でこの状態で描くとはみ出さないように塗れるんですね。ちょっと描いてみますね。で色をちょっと暗めのを取って、何でもいいです。ソフトブラシで塗ってみましょうか。で塗ってみると、こうやってこの赤のベタのところより外ははみ出さないように塗ることができます。例えばこれアルファロック解除した状態で塗っちゃうと、こんな感じで普通のベタが塗られちゃうって感じです。なのでこれアルファロックにして重ね塗りしてあげます。でこっからですね、重ね塗りしていくんですけど、その時に使うブラシがですね、ウォーターエフェクトっていうブラシを使います。これね、私が作ったやつなんですけど、皆さん買ってくれてる人もいるかな？EC サイト、私が持ってる EC サイトの中に500円で売ってるブラシセットがあるんですよ。これね、
概要欄の方にリンク載っけておくので、よかったらジャンプしてみてください。で、この中にウォーターエフェクトっていうブラシだったりとか、あとめっちゃ使えるブラシが他にも入ってるんですけど、今日はこの中に入ってるブラシだけを使って描いていきます。めっちゃ使えるので、他のマグロ以外の絵も描けるので、ぜひね、興味ある人は見てみてください。でね、これなぜかめちゃめちゃ売れてるので、今まで買ってくれた人はこれを見ながら、このウォーターエフェクトだったり、オイルブレンドとかもあるので、これを使って今日は描いていきます。で、ウォーターエフェクトのブラシで描いていくんですけど、ウォーターエフェクトのブラシってその名の通り、ちょっとウォーターな効果、ウォーターっぽいものを描くときにすごい適してるんですよ。で、このマグロの上のところってちょっと水っぽいというか、テカリがあるじゃないですか、水のね。なので、そういうところを描きたいときにウォーターエフェクトっていうのを使ってください。で、シャドウの部分ね、まず塗っていきます。で、こうやってウォーターエフェクトで描いていると多分分かってくると思うんですけど、このブラシを重ねると色もなんか蒸散加工みたいな感じで重ねて塗られていくんですね。なのでこうやって重ねて塗っていきます。で、この後ですね、ちょっと色をなじませたりしていくので、一番最初シャドウを塗る段階ではあんまり細かいことは気にせずに、ざっくりこの辺りが暗いよなっていうのを見ながら、ウォーターエフェクトで重ねていってください。で、シャドウのところこんな感じで OK なので、次同じレイヤーにここにハイライトを重ねて塗っていきます。で、ハイライトは白色で大丈夫です。白色取って同じウォーターエフェクトのブラシを使って、塗っていきます。で、ちょっとね、ブラシのサイズを小さくしたり、あと不透明度を上げたりして、こう、キュキュッとこうピンポイントで描くような感じでハイライトを描いてもらうと、結構本物に近くなります。で、ここでも後でね、またぼかしてなじませて調節していくので、そこまで厳密に描かなくても大丈夫です。で、こんな感じでハイライトのところも完成ですね。結構ね、本物に近づいてきましたね。で、最後、最終調整するときに使うブラシが、このアミティのインクブラシの中にあるオイルブレンドっていうブラシがあるんですね。で、これを使っていきます。でね、このブラシセット買ってくれた人のからですね、このオイルブレンドの使い方がわかりませんっていう質問が来てたんですけど、ごめんね、ちゃんと説明してなくて、今から説明していくよ。このオイルブレンドは簡単に言うと、こんな感じでオイルを含ませたような表現で色をなじませてくれるブラシです。こんな感じ。このエッジのところをなぞってあげると、いい感じに馴染んでくれるんですよ。で、これブラシ大きくしてわーってやると、もうこんな感じで全部馴染んじゃう。もう溶けちゃうみたいになっちゃうので、このブラシはちょっと細めがいいですね。で、上のところにこの指先マークがあって、これもにじませるツールなんですけど、これでやってもいいんですけど、どちらかというとこのブラシの設定の中で、ブレンドっていうセッティングがあるので、そういうのでやってあげた方が、細かいディティールを描くときとかはかなり描写できます。なので、このオイルブレンドっていうブラシを使って、今ざっくり描いたハイライトとシャドウの部分をなじませていきます。
で、大体ぼかしたら、さらにこの上からね、ちょっと描写をしていったりするんですけど、細かい、ピンポイントで入ってるハイライトみたいなのは、ブラシのセットの中にあるラインペンダークっていうのがあるので、これで、キュッキュッと、白をまた書き加えてあげて、で、それでまたちょっとぼかして、またキュッキュッとラインペンで入れてあげて、ぼかしてってやってあげると、かなり本物に近づいてきます。で、このラインペンダークっていうのは一応ね、イラストとか、例えばキャラクターを描きたいときにアウトラインをこの黒でなぞりたいときにすごい使えるのがラインペンダークなんですけど、今回はこういうハイライトキュキュッと入れたいときとかにも使えるよっていう感じですね。で、ラインペンダークね、他の動画でも使ってるので、よかったらそれも概要欄の方に載っけておくので、よかったら見てみてください。で、こんな感じでだいぶできてきましたね。結構本物に近づいてきたかな。でね、最後、マグロのこの表面でちょっとザラザラしてるっていうか、ちょっとデコボコしてるじゃないですか。で、そういうのは、アーティスティッククレヨンっていうブラシがもともと入ってるので、それでね、ちょっと表面をなぞっていってあげると、よりリアルになります。なのでね、ブラシを選ぶときは、その選ぶブラシと書くものの質感、テクスチャーが同じかどうかっていうのをちょっと観察してあげて、で、ブラシを選んであげると結構うまくいきます。で、最後にちょっと一つだけ Tips 紹介しますね。このマグロの形だいぶうまくいってるんですけど、やっぱりちょっと変えたいなと、ちょっといびつだなって思った時に使えるのが歪みという技があります。で、歪みをするときは一旦アルファロックは解除して、この左上の歪みボタン、押しますね。で、この下のところにバー出てくるので、この中から一番左のプッシュっていうのを押してあげて、これでこうやっていじってあげると、こうギュッとね、形が変わるんですよ。で、これを利用して、ちょっとずつ、形を整えてあげるんですね。でね、私はこれを歪み書きと呼んでるんですけど、歪みの機能を駆使してイラストを描いていくっていう感じです。でね、これはデジタルしかできない技なので、これをいいとするか悪いとするかは、置いといて、こういうね、知識があれば、こうやっていろんなものが描けるよということでね、皆さんもね、いろんな機能を使ってお絵描きしてください。で、歪みができたら、このマグロのところは完成なので、次ね、ご飯のところ描いていくんですけど、もうご飯のところはちょっと早送りで進めていきます。マグロのところと、使った技術は同じで、ウォーターエフェクトとオイルブレンドを使って、うまく描いていければいいと思います。ご飯もね、こうやってこう水っぽい表現だったりとか、ちょっと油、こう滲んだような表現っていうのがあるので、同じような技術で描けると思います。はい、ということでこんな感じで完成になります。正直ね、ちょっとご飯のところは苦戦しましたね。書くの難しかったですね。でもね、また今度ちょっとこのご飯のプロクリエイトのイラストをちょっと再チャレンジしたいなと思ってます。みんなやってみて、このご飯書くの結構ね、難しいですよ、本当に。マグロはね、結構うまく書けたかな。割と80点ぐらい、90点ぐらいかな。ぜひやってみてください。今度ね、書くのはね、ちょっと卵かけご飯とか書きたいなと思ってるんですよね。卵かけご飯も、このウォーターエフェクトとオイルブレンド使ったら書けます。なのでね、次回のこのフードシリーズもお楽しみにしておいてください。もしこんなの書いてほしいみたいなのがあったら、ぜひコメント欄にいただけると嬉しいです。
皆さんね、そろそろプロクリエイト使い慣れてきましたかね。まだね、使い慣れてない人は、再生リストの方にプロクリエイトの使い方の再生リストっていうのを作ってあるので、よかったらそれでね、昔の動画とか、見てもらえればいいかなと思います。でね、このチャンネルではいろいろこういう絵の描き方を紹介してるので、まだチャンネル登録してない人はぜひね、ポチッとしていただけると嬉しいです。はい、ということで今日は以上になります。皆さんがめっちゃ絵が上手くなることを願ってます。はい、では、ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。